皆さんはじめまして。私はこの場所に来たことがね、前にも経験があります。今まで私のことを見たことがある人、覚えてないかな？自己紹介をやります。名古屋出身です。厳密に言うと名古屋生まれって言っていいのかどうかわからないんですが、以前両親の家が春日井の上の方、四勝町というところ、皆さんご存知ですかね。で、名古屋の病院で生まれました。名古屋ろう学校を卒業しています。名古屋ろう学校出身の方いらっしゃいますか？バンドグループや歌の音楽グループの紹介をしたいと思います。まずはじめですね。手話では、ブライトアイズ、ブライトアイズ。前はね、このスーパーデューパーというところはありませんでしたが、途中でね、つきました。手話では、ブライトアイズ。理由はね、輝く瞳、ブライトアイズ。アイズっていうのはね、目ですのでね、ブライトアイズというふうに表します。グループの中でドラムだけが聞こえます。ろう学校の先生でした。他のメンバーはろうです。名古屋ろう学校の学生で、その頃からずっと活動しています。今年28年目になります。まあね、いつ頃解散するのかと不安が持ちながらも28年間続いています。で、2つ目のバンド名なんですが、木村ブラザーズです。これもね、兄弟ではありません。名前は同じなんですね。聞こえる方で手話ができない相方です。たまたま出会って一緒にやってみるかっていうことで、彼が歌を歌い、私がギターを弾きます。今年で12年目になります。前はね、公演をたくさんやっていましたが、今は1年間に2、3回に活動は減ってきています。理由はですね、相手の木村さんが自分のお店をオープンしました。飲んで音楽を楽しめるお店を立ち上げたんですね。忙しくなっていろいろなところに行くことができなくなりました。ですが毎週お会いはしています。で、3つ目ですね。8期です。手話では8期と表します。理由はですね、実力を発揮できますようにという願いを込めて8期という名前をつけました。相手がね、服部さんという名前なんですね。で、私が木村の木。それで合わせて発揮という意味です。ちょっとくだらないですかね。すいません。もう10年目になります。活動はいろんなところに行ってやっております。女性なんです。もう本当にプロ並みの上手な方です。知り合ったきっかけは手話を教えることがきっかけで知り合いました。彼女が笛をしていると知って遊びで発表してみたら、いいんじゃないの？ちょっと発表してっていう依頼をもらって発表するようになりました。ヒャラヒャラにちっちゃいから見えるかな？2倍の2がありますね。ちょっと見えないけど大きくしたら見えますね。ヒャラ、ヒャラ、G。G という意味はギターという意味です。篠笛とギターのユニットですね。で、他一人ソロの活動も今やっています。最近はソロ活動が増えました。他のバンドのサポートなどもやっています。先ほど四勝町のお話をしましたが、もともとはですね、私は聞こえていました。生まれて2歳、3歳か4歳の頃、母も覚えてないというんですが、3歳か4歳頃に虫歯になったんですね。
乳歯ありますよね。虫歯なのに右の頬がぽっこり腫れて、あと高熱が出ました。それで入院したんです。虫歯なのに入院するなんて珍しいと思いますよね。で、その晩ですね、病院の中で戻したんですね。うちの母が一生懸命看病してくれましたが、高熱のために頭も痛く、何度も嘔吐したんですね。で、その後熱が下がって大丈夫、病院を退院してもいいよということで、帰る途中ですね、病院の中の廊下を歩いていると、目の前が回るんですね。右に倒れ、左に倒れ、まっすぐ歩くことができません。なんだかとても変だなっていうことで精密検査ですね、受けたんです。その時に聞こえないということが分かりました。平衡感覚がですね、ちょっと壊れたというか傷ついてしまったんですね。昔ですね、実は音楽は嫌いでした。今は活動を盛んにしているのに合わないですよね。想像ができないんですが、昔は音楽が大嫌いでした。昔、聞こえないのにね、音楽の勉強があったんですね。例えばわざわざレコードをセットして音楽室のね、大きなスピーカーからね、大音量で流すんです。聞こえない人、わかる人は少なくてわからない人がほとんどだったんです。補聴器から音が聞こえるけど、それが何なのかがわからない。まあ、木琴の音はよく聞こえるんです。とても楽しかったです。他、太鼓とかですね、シンバルとか、これは大丈夫なんですけど、ちょっと音を聞くという関係が苦手なんですね。だからろう学校では音楽嫌いっていう人がとても多かったです。中学2年ぐらいの頃、たまたまテレビで家族ゲーム、皆さん知ってますか？今ね、新しいのあるんですが、昔古いやつはですね、長渕剛さん、髪が長い時ですね、家庭教師の役で出てました。彼の音楽をね、たまたま昔はですね、トップ10とかベスト10という番組があったんですね。1位から10位まで発表するんですが、そこで初めて見たんです。もうすごい感動を受けました。もうショックでした。どんな人なんだろう、名前は何だろう、長渕って言うんだっていうことでですね、本を借りたり DVD ビデオを借りたりして見ました。もうすごかったです。歌詞はねついていなかったんです。字幕はなかったんですが、すごい衝撃を受けました。他にもね、可愛いアイドルっていうのはいっぱいいたんですが、見ても可愛いなで終わりです。もう心を解放するような音楽に衝撃を受けました。それがきっかけで長渕剛さんに興味を持つようになったんです。次の曲、次の曲、新しい曲が出るたびにそれに惹かれました。私は長渕病になってしまいました。で、高校の時だと思うんですが、家の近くに昔はですね、粗大ごみを、今はね、電話やろう者はファックスなどでお願いをしてお金を払って持っていってもらいますね。昔は無料だったんです。道路の決まった場所にゴミ袋をね、みんなが捨てて山になったゴミを大きいトラックが来て全部回収して持って行ってくださるっていう方法でした。その時ですね、たまたまギターが捨ててあるのを見つけたんです。昔はね、このようにゴミが山積みになってたんです。これはね、インターネットの画像を持ってきました。この中にね、ギターがポンと置いてあったんです。すごくいいギターです。それをね、家に持って帰ったんです。ギターが捨ててあったんですね。これすごい、家に持って帰ろうとイメージ思って、ではね、これに近い、見つけたんです。それが、これみたいなギターでした。これに似てる、昔はこれみたいなフォークソングが流行っていました。その頃、なぜかね、
綺麗に傷一つない綺麗なギターが捨ててあったんですね。それを持って帰りました。そして挫折とありますが、はじめ本屋さんに行って本を買いました。それを見て練習をして、まあ大丈夫かなっていうことで、父と母を呼んで聞いてねって言って演奏してみました。すると父と母はなんだか全然よくわからないと、本に書いてあるもんって言って弾いてみたんですが、どうもおかしいな、自分は下手っていう意味かなっていう意味でやめて諦めて、もうタンスの中にしまい込んでしまいました。その後高校3年の時、たまたまね陸上の時に足を骨折、怪我してしまったんですね。その後病院に入院しました。5ヶ月間入院したんですが、この写真のような状態です。これで生活をしたんですが、傷も完治し、病院を退院した後、すぐに母ががんで亡くなりました。その後、陸上の夢も消え、いつも助けてくれた母も亡くなり、何をしたらいいんだろうと途方に暮れていた頃に、イカ天というのが流行り始めたんです。その前ですね、専攻科1年、専攻科っていうふうに、私はね手話でこう表すんですが、本当の手話専攻科ですね。1年の時、母が亡くなった後、やることないので、家のタンスをね整理していた時に、一番上にギター置いてあるのを見つけたんです。試しに弾いてみようと思って。前ね両親にわからないと言われたことを覚えていましたが、なんかやってみようと思って、でその時にですね、イカスバンド天国というテレビの番組がね流行ったんです。歩行天っていう歩行者道路の両脇でバンドが演奏するっていうのが流行ったんですね。その時見ていて、その演奏者はプロがやっているんだと思っていたんですね。ですが誰でもやってもいい、自由にやっていいということを初めて聞きました。誰でもやっていいんだ、へえと思い、自分もギターやりたい。だから基礎から学び、ちゃんとやろうと思ったんです。名古屋ろう学校の中には音楽クラブがない。なので音楽クラブを作りたいと申請したんですね。初めは認めないっていう話だったんですが、何度申請しても認めない。ですが条件付きで、初めはね人数を10人以上集めないといけませんと言われたんですね。で募集をかけましたら30人も集まりました。そうすると学校側は他の部が潰れてしまうので、理由はですね、ろう学校は高等部と専攻科合わせてだいたい300人ぐらいいたんですが、今と比べると多いですが300人いました。その中で音楽クラブが30人使ってしまうと他の部が潰れてしまう。そうすると困りますということで、30ではなくて20人、本当は10人が希望だなっていうふうに言われたんですが、もう30人集めてしまいました。で、学校側と相談して20人決めて旗揚げをしました。それが平成元年です。ブライトアイズの立ち上げが、その時なんですね。で、今平成28年なので計算簡単ですね。今28年目っていうふうにね、すぐ分かるようになってるんですね。何も考えずに簡単なんです。でまず今ね補聴器がついています。補聴器をつけているんですが、音はあるけれどもその内容が何かっていうのは全く分かりません。補聴器にも限界があります。ですが他の方法があるということが分かりました。一つ目、ラジオ体操演奏方法。皆さんはねラジオ体操をするときに123、123と順番をね覚えますよね。同じです。ギターも同じです。1234123
これね、同じように覚えるんですね。指の体操だと思って。右と左ね、2つ合わせてやるのは、ダブルでやるんですけどね。これはね、頭ごちゃごちゃになるんですが、とってもいい練習方法です。で、一人だといいんですが、誰かと一緒にやるときには、音楽がね、ちょっとずれてしまう、相手が速くて自分が遅いなどという時もありますね。なので、目を見て、アイコンタクトを取りながらリズムを合わせる。みんなでね、アイコンタクトを取ります。で、合わせて進めていくということですね。あとは体で響きを感じるというのはですね、ドラムの音。これをね、体に響きが伝わってくるんですね。これはね、メトロノーム。皆さん見たことあるかな？ピアノの上に三角でね、頭をこう、振り子を振るメトロノームというんですが、これと同じですね。重りをね、上にやると遅く、下にすると速くテンポを取るんですが、これの代わりにドラムの響きを体に感じながら、見なくてもね、ドラムの響きがわかるんですね。それに合わせて演奏します。はじめはね、ズレがいっぱいありました。で、初めはですね、友達の結婚パーティーがある時に、ねえねえお願い、プレゼント、音楽のプレゼントをしたいんだけど、お願いっていうところから始めました。あとはですね、口コミで広がったり、一度演奏を見た人が、ああ、いいなっていうことで、他のイベントにも参加お願いしますという依頼を受けるようになって、で、それにね、応えて演奏するようになって増えていきました。はじめは名古屋、そして愛知県、次は東海地区、次は中部地区、そして日本全国、北海道から沖縄まで演奏活動全部終わりました。これがね、その写真です。これはね、プロだけが参加するイベントに特別に参加させていただきました。他にね、前に夢があったんですが、それは CD を作る、DVD を作るという夢がありました。これが1作目。で、2作目。3作目。今はね、バンドの名前が変わって、メンバーチェンジがあったんですね。一部チェンジがあったために、それに合わせて、ブラックアイズスーパーデューパーという名前を、英語でね、ちょっと長いんですが、ブライトアイズスーパーデューパー。手話では S と D でスーパーデューパーと表します。それで作りました。新しいバンドになって1作目ですね。その後、プロのビデオ制作会社が無料で作ってくれました。これがね、ビデオです。で、こちらが DVD です。無料で作っていただいたんですね。プロのね、テレビの制作会社が作ってくださいました。とてもありがたいです。で、他に、テレビですね。はじめは地元、名古屋で取材いいかって言われて、受けて参加をしました。出席しました。で、まず、インタビューの様子を撮ったりして、それが放送されたんですね。次に全国版に出演するんですが、アンビリーバボー。皆さん知ってますか？今ね、新しく変わりました。以前は、たけしさんや、所ジョージさん、あと関根勤さんとか、そういう方が参加されてたんですが、今変わりましたね。今は誰かな？ 1400 万人の人が見たというお話を聞きました。1400万人っていう数字をね、どうやって計算して弾き出したのかは分かりませんが、次ね、24時間テレビにも参加しました。2回参加しました。その後、ブライトアイズを見て衝撃を受けた、感動を受けたので、ビデオを作らせてほしいということで、映画を作っていただきました。これはね、演技、お芝居ではなくて、ドキュメンタリーです。
その私たちの演奏する様子を撮ったりインタビューに答えたりする映画です。今もツタヤやゲオなどですね、運が良ければ借りれると思います。行ってみてください。これね、僕のお尻です。僕のお尻ですって、本当？そしてこちら、これがね、渋い顔してますが僕です。そして講談社さんから本を作るといいんじゃないかというお話をいただきました。でも日本語で長い文章を書くのには限界があるのでね、ドラム、これね、先生だったのでお願いして書いてもらいました。そして本になりました。ですが今はもう完売しています。申し訳ありません。今から少しブライトアイズのビデオを見てもらいます。今ですね、ブライトアイズの映像を初めて見た方もいらっしゃると思います。特徴は手話を使って歌を歌うことですね。それが特徴です。手話を楽しんでほしい。で、そのために内容をね、手話をつけて皆さんに教えたりもします。楽しく一緒に歌いたいと思っています。いつもね、必ず発表する曲です。アコースティックギターをやる理由、弾く理由ですね。それをお話ししたいと思います。その前に、もともと私はこのアコースティックギターをやりたかったんです。エレキではなくて、このギターを弾きたかったんです。理由わかりますか？先ほど見ていただきました長渕剛さんですね。長渕剛さんはアコースティックギターが多いんです。なのでもともとやりたかったのはこのギターなんです。ですがみんなでやるのには大きな音が必要で、エレキギターでアンプを使って大音量で響かせる。だからね、仕方なくエレキでやるんですが、長渕剛に憧れを持って同じようにギターをやりたいという気持ちをずっと持っていたのでね、いろんな限界はありました。壁がありました。この写真はね、木村ブラザーズなんですが、先ほどのバンドの時にはドラムがありました。なのでね、響きがわかるんです。それに合わせて演奏ができるんですね。ですが、ドラムないですよね。なので、もっと難しくなってくるんです。合わせる方法は、相手の木村さんの手を見るんですね。手の動き、1、2、3、4というリズムを見ます。メトロノームの代わりですね。手の動きを見たり、あとは足先、足でテンポ、リズムを取るんですね。それを見てギターを合わせます。
まずね、向こうの木村さんが間違えると僕もね、止まってたんです。演奏ができなくなるんですね。ですが、最近は私は止まりません。彼が止まっても私は続けていて、彼が合わせて演奏を再開するということができますね。もう初めは彼が止まると僕も止まってしまい、どうしたらいいんだろうっていう状態でしたが。で、こちら8期ですね。8期はベースとギターです。で、ベースの音もですね、響きがよくわかります。リズムがとてもよくわかりやすいので、ベースがあるとほっとしますね。ですが、少し、限界があるといった、これは何かというと、響きがね、わかりにくいっていうことがあるんですね。これですね。振動があるんです。低い音はとても振動があるんです。ブルブルブルという震えます。ですが、この音、ちょっと高い音になると、震えがね、小さくなる。響きがね、弱くなるんです。低い音は響くんですが、高い音は響かなくなります。もうますますわからなくなってしまう。音がない感じになるんですね。なので練習に限界があったんです。ちゃんと音が出てるのか、音が出てないのか判断ができないんですね。そこで、振動がない、もっと響きが欲しい、振動のわかるのが欲しいということで、ヤエリギターさんという会社があったんですが、そこに行って、その場所はね、岐阜県の可児市です。もう東京みたいに遠かったらね、ちょっと無理だと思ったんですが、思ったよりも近かったので、何度か交渉に通いました。初めは無理って言ったんです。もう簡単に無理って言われてしまいました。で、ある日ですね、たまたま今はもうお亡くなりになった有名な社長がね、帽子をかぶって座ってたんですね。そしてお願いしますと頼んで断られている様子をね、見ていて、おい、やれと一言声をかけてくださったんですね。それで、その社長のおかげで、一生懸命作っていただけるようになりました。1年半かかりました。ギターを作ったの、実はこのギターなんです。響く方法ですね。先ほど映像を見ていただいたんですが、これ昆虫、虫ではないですよ。バイオリンの中にも入っているらしいんですが、バイオリンと同じように試しにやってみたら、すごい響くことが分かったんです。それはね、初めて見つかったんです。偶然ね、見つけてくださいました。で、これやってもらいたいと思います。まずね、聞こえる方、ギター経験者、いらっしゃいますか？うまいとか下手とかは関係ありません。少しね、弾いていただいて、ああ、響きが違うっていうのを、もうずっと演奏してくださいっていうんではなく、ちょっと違いを感じてもらうぐらいにやってほしいんですが。感じますか？ギターの違いわかりますか？ご自分のギター。めっちゃわかりますよ。今ね、聞こえる方に体験してもらいました。次、聞こえない方に、誰でもいいですので、弾くんではなく、ネックをね、触っていただいて、響きがあるかないか、わかるかわからないか、どっちかを聞きたいぐらいです。聞こえない方、お願いします。ちょっとね、弱いと思うんですが。どうですか？あ、違うね、本当だ、違う。黄色い方がよく分かって、赤い方があんまり響きがなかったですね。今、響きだけですね。
響きだけを感じていただきました。音ではなくて、音の大きさではなくて、響きの違いを感じていただきました。聞こえる方は自分の経験、自分のギターと比べてね、響きがあったのが分かったと思います。で、ろうの方は赤と黄色を比べると、赤の方が少なく、黄色の方が大きい響きが聞こえるというふうに言ってくださいました。作ったばっかりの時に工業大学に持って行って検査をしていただきました。昆虫を入れたのと入れてない状態で振動を検査する試験があるんですが、振動計が揺れるんですね。昆虫を入れて弾くと2倍振動が確認されました。昆虫を入れるのと入れないのとでは、違うということがはっきり分かりました。とてもありがたいことです。おかげで私の練習もとてもスムーズにできるようになりました。今まで分からなかった響きが分かるようになったんです。もう練習もとてもスムーズに進めることができました。普通皆さんはギターと歌と一緒にやりますよね。歌いながらギターを弾く。もし歌がなければ、あれ今何の曲だったのかなっていうのがわからない時がありますね。それを、メロディーというんですが、例えばピアノで言うと、歌の部分、主旋律を右手、伴奏を左手で弾く。そのような感じですかね。そのようなギターの方法、メロディーと伴奏とベースの音と合わせて、これをギター1本で同時に弾くことです。その技術ですね。これはメロディーですね。ここがね、伴奏です。で、それを合わせてミックスしたものがこれがね、一緒にやる方法です。これをソロギターと言います。でも個人差がありますね。例えば派手にギターを叩きながら、先ほどね1回目に私が演奏したあれもソロギター少し違うんですが、説明が難しいですね。